んにちは。こんにちは。あつしさん、今日のテーマですが、はい。ちょっと50年後の死について考えてみようと思ってまして、はい。デスの死ですね。はい。ちょっと考えてみようっていうのがありまして、今日はお付き合いいただけますと幸いです。うい。じゃあまず、日本の話やけど、50年後に安楽死来てると思う？思います。ほほ今もうね、世界中で議論されてることなんで50年後にはあるでしょう。なるほどね。う。ちなみに50年後っていうのは、うちらが20代で50年ぐらい経ったら70ぐらいにやって、高齢者というか、そういう枠に入ってくるかなっていうのと、いいぐらいの未来かなっていうので50年後ですね。はい。なるほど。じゃあうちらが高齢者になるような頃には、日本でも選択して、死ねるだろうと、そういう感じですかね。はい。でもあれなんでも同時に思ってるのは、医療もかなり発達してくるだろうっていうのも、考えてて、その安楽死を選択できるっていうのもある、かつ割と不死に近いような状態にもなるんじゃないかなっていうのを考えておりますと。はい。で、そういうことを考えていく中で、人工臓器とか、バイオ 3D プリントっていうらしいねんけど、技術も発展してきてるらしくて、今何までやったら作れると思う？今今2026年2月の段階で。何までやったら作れる？その感覚的な予想で全然いいんやけど。脳と、もう脳いっちゃう？脳と、神経以外。脳と神経以外作れるんじゃないかと。心臓はもうすでに心筋細胞の培養が成功していて、で網膜とかそういう特殊な役割をするような臓器も多分 iPS 細胞とかで作れるようになっている。なんか人工網膜とかって聞いたことあるような気がするし、でもあれか、なんか耳の音をキャッチする細胞とかは基本と変えられへんから、でもまだそういうのも作れてないやつもあるんかな。でもざっくりその脳と脊髄というか、そこ以外なら作れるんじゃないの？なんかその辺が作れるようになったらもっと大きなニュースになってるはずやし、なるほどね。半身不随の人とか一気に救えるから、まだニュースになってないってことはそこ以外はまだできるんじゃないか、もうできてるんじゃないかっていう考えですかね。確かにその辺が解決されたら脳死みたいなのもなくなるってことやもんね。そうある種ね。脳死、はいそういう、大体言ってくれた通りで、今2026年段階でその段階に来てるんで、あと50年経ったらある程度なんかチャッチいものなら保険適用とかで。合ってたん？俺が言ってたの？合ってると思う。あ、そうなの？調べてない？ちょっとしか調べてないけど。なるほど、大体合ってんねや。私もそのあたりで聞いたことあるから嘘は言ってないだろうって思ってます。オッケー。でさ、じゃあある程度誰でも気軽に、その人工臓器とかを移植できるようになって、例えば胃がダメになりました、じゃあ胃はもう人工臓器に差し替えましょうってなっていって、
どんどん入れ替えていくと、うんそしたらどこまでなくなったらあなたはあなたでなくなってしまいますか？テセウスの船議論ですか？そうですね。まあでも、どうなんやろな。脳と腸と皮膚は皮膚はいいかな。脳と腸かな。脳と腸ね。なんかでももっと言うと、なんか自分はカナタのアストラとか読んだ時に、脳の中でもその記憶の部分が結構その人格を大きく司っていると思うから。なるほど。特に記憶を司る領域が大事なんじゃないですか。なるほどね。まあじゃあ脳とか腸とかみたいな記憶を司るような領域さえ残ってれば、あとはそう入れ替えしても、俺は俺なんじゃないかっていうことですね。はい。ちなみにテセウスの船を今スルーしましたが、はい。テセウスの船についてちょっとだけ何かと言いますと、テセウスさんっていう人が船に乗ってこう島に行けたねみたいな、その記念の船みたいなのがあって、それをじゃあ置いとこうってなって飾ってたけど、その船がどんどん劣化してきて、なんかもうこの板あかんなみたいになって、その板を1枚ずつ取り替えていったと。である時、それをずっと繰り返していったら、一番最初の元々のテセウスの船だった板が0枚になってしまって、全部新しい板になってしまって、これはまだテセウスの船なのかっていう、よくある、古代ギリシャ時代から言われてるパラドックスの一つですね。はい。あなたはどう思うんですか？いやー、私はどうかな。けどなんか顔とかも大事じゃない？なるほど。なんか顔周りのパーツが入れ替わったら結構、なんだろうな、他者から見て自分っていうのは結構変わっちゃうんかなみたいな、とか自分が自分で鏡を見た時に自分として認識できるんかなっていうのは結構あるね。なるほど。その容姿も意外とその自分の自己っていう認知に入ってるんじゃないかって思ってて。なるほど。じゃあそういうのやったら VR とかいけんじゃん。どういうこと？ VR の例えば仮想空間で自分の顔は見る必要がなくて、けどそのコミュニティとか社会生活があるやん。VR 空間には。なるほど。そのバーチャルの自分のアバターでみたいな。それについてはどう説明しますか？だからその場合は、そのアバターと自分をで、アバターのことを自分やと思ってるやん、それって。じゃあ自分現実世界で容姿入れ替え可能な世界が来るんじゃないですか？なるほどね。そういうことじゃないかなって思ってました。なんかその VR の世界とかで、アバター今結構力入れて作ったりする人もいるやん。そのゲームの世界での自分のビジュアルとかを、なんかそれもその元の自分ありきやと思ってて。なるほど。その人間の今のオリジナルの自分の顔をベースに、なんていう、その嫌やからもっとこうするとか、こういう部分は好きやからこうそのまま反映するとかっていうのは残ってる気がしてて、だからそこの結構根幹的な部分なんじゃないかなっていうふうに感じてますと。なるほど。そういうことですね。けどどうなんやろうな。なんかさ、例えば臓器移植でその人工じゃなくて
その他人の臓器うんを移植したら、うん、なんかちょっと性格変わっちゃったみたいなのとか、うんうんまあちょっとオカルトかもしれんけど、うん、見たことあって、うん、人工臓器やったらどうなるんやろ確かうな。なんかその元とされてるオリジナルの、例えばさ、なんかその A さんの臓器を参考にして作られた人工臓器とかがあったとしてさ、に。うん、そしたら A さんの性格が反映されるんかな。なんかその性格変わっちゃったみたいなやつってなんか半分ぐらい科学で解明され始めていて、あ、そうなんだ。多分その性格変わっちゃったっていう事例は多分心臓移植の話で、うんうん。でその心臓ってその脳が体をコントロールするために電気信号とかを発してうんうんるんやけど、心臓もそういった電気信号の類を発しているっていうことが最近分かって、なんか具体的にどういう信号かっていうのが分かってないんだったかな。ちょっとそこまで俺も詳しく覚えてないんだけど。うんうん。だからその脳、心臓も脳と同じように、なんていうの、何かしらのアクティブに、うんうん。能動的に何かを発するような臓器であるっていうところが関係しているんだと思います。なるほどですね。そしてその人工臓器ってさっきから言ってるものに関しては、うん。そのまあいろいろあると思うんだけど、人工臓器の形としても、うんうん、まあ、今これから技術的になんかおそらく実用化されていくのは iPS 細胞なのかなと思ってて、はいはい、そういうのも基本的に多分自分の細胞から自分の細胞を iPS 細胞化してでそこから培養していくみたいな、そういうやり方がオーソドックスなやり方になるんじゃないかな。ちょっと想像やけど。なるほどね。その今のそのなんていうの、臓器移植する時の一つの大きい課題がその拒絶反応みたいなのはやっぱどうしても重要なポイントだから、それが拒絶反応が一番出ないのが自分の細胞、そうやな、もちろんとかになりがちなんで、だからそんな人工的に作った臓器がやって A さんの性格になっちゃうかもみたいなのはあんま起こらないんじゃないかなって俺は思ってます。なるほどね。はい、どう思いますか？いやなるほど。まあ確かにそれが可能やったらそれでいけるんかなと思って今 iPS 細胞について地味に聞いてた。俺の理解が間違っていなければ多分 iPS 細胞ってそういうもの、書いてるね。自己細胞由来なら免疫拒絶の低減が期待できるって書いてある。でこの iPS 細胞でさえも部分的に作るっていうことはもう可能で、完全な人工臓器が研究段階にあるそうです。なるほど。まあ、あとその臨床の安全性みたいなのが完全には現段階では、まだ分かってないみたいな感じらしいですね。じゃあなんか iPS 細胞で、自分の細胞から自分の臓器も作れますっていう時代になったら、ある種テセウスの船問題は解決するんやね。解決っていうのがだってさ、自分の細胞から作った臓器なわけやん。なるほど。めっちゃ自分やん。なるほど。そういうことね。そう思いませんか？なんやろな。私今のを聞いて、じゃあテセウスの船問題は臓器移植問題では将来的には起こらないんじゃんって思ったけど。確かに解決するっていうのは、船で例えるともう船は永遠に生き続けられるってことやな。そう。部品を取っ換えんくても。なんていうの、その同じ木から取られた木材や。だそのボロくなったパーツ、木の素材とかをこねこねしてしたらなんか新品にピカーンってなったからそれに戻すみたいな、そう。確かにね。そういう意味で言うと
永遠みたいなものが達成されるかもね。確かにね。まあでもそうなってくるとさ、最初の話に戻るけど、安楽死は設定されてないと困るよな。その死ぬ自由というかさ。確かに。もうそれされ始めたらさ、結構死ぬ要因みたいなのがめちゃくちゃ減っちゃうというか、死ねないみたいな感じになってくるんかなっていうふうに思って。確かに。もはや選択的に死ぬ需要みたいなのとかが出てきそうやね。確かにね。そのように思いました。はい。まあ、あともう一個私がこの死のラジオをやろうっていう上で調べててって思ったことがあって、それが最近そのグリーフボットっていうサービスがあるらしくて、聞いたことある？ない。まあなんかその死んだ人の、まあ亡くなった個人の、まあ喋ってる動画とか、送ってるテキストとか、その正確の情報っていうのをAI に読み込ませて、その個人の再現をする。でその再現された個人と話すことができるっていうサービスが、どうも2024年ぐらいから提供されてるっぽいよ、韓国とかで。でなんか私は結構最初見た時にみたいな、なんかちょっとちゃうかもって私は思って、それは、まあ多分っていうか、身近な人が亡くなったら悲しいし、もう一回話したい、会いたい、喋りたいって思うけど、そういうことではないかなみたいな風に思ってるんやけど、これはあくまで2026年時点での AI での再現度の話なのかなみたいな、50年ぐらい経ったら、なんかほんまにその亡くなった人が喋ってるかのように再現され始めるんかなみたいな。なるほど。その怖さも覚えてて、再現度が低いからちょっとちゃうなって思ったのかなって思って。かな。その自分のっていうその拒否感についてこうちょっと探ってて、まあやっぱでもどっかで多分現代の今だったらなんかちょっと違うなみたいないけど、違和感というかを覚えれるぐらいのクオリティだろうなって思って。なるほど。なんかもしその違和感を覚えられへんぐらいのクオリティまで来てしまったらどうなるんだろうっていうのを思ったっていう。違和感が感じないほどのクオリティになったらあなたはどう感じる？どう感じるんやろう。っていう感じはなくなる？いやどうやろうな。そのっていうのはクオリティ低いから感じたの？まあそれもあるし、なんかその、結局その人への依存性を高めてしまうだけなのではみたいな。なるほど。確かに何やろね。まあその古代からその悲しみをどうトリートするかというか、どう扱うかみたいなのはきっと人類の一つの課題というか、一つ取り組まないといけないかったタスクだったんでしょうと。でそれは今まではおそらくそういう宗教とか慣習とか、その村での慣習とか、その宗教でのやり方みたいなのがきっとその対応を、まあ仕組み化してになってた。例えば仏教で言ったら四十九日みたいな、40何日間は喪に服しますみたいな、とか、どっかテレビとかでたまにやってる葬式でみんな泣きまくるみたいな、なんかそういう慣習とかがきっとそういうなんていうんだろうな、悲しみをどう扱うかみたいな、どう対処するかみたいな役割をきっと担ってたんだろうねと。まあ、ただ今回この技術
AI っていうのが出てきたから、うんまあ現代のその人間が一つその悲しみを取り扱うやり方をもう一個覚えましたみたいうんな、なんかそんな感じなのかなって話を聞いてて思いましたね。うんこんな感じなのかなって。じゃああなたはあんまりっていう拒否感とかはないってこと？拒否感というか、いや俺は人が死んでないし、身近な人の死をまだ体験してないという意味？まだ使ってないからその AI を。なるほどね。なんとも言えへんけど。いやまあ私も使ったわけではないよ。ちょっと調べてみてみたいな。どう感じたか。なんかそこはあんま考えたことなくて、なんか NHK のドキュメンタリーで、なんていうのかな、ディープフェイクみたいな、ディープフェイクドキュメンタリーみたいなのがあって、ドキュメンタリーというかドラマやね、1話か2話ぐらいで終わるやつやねんけど、なんかそういう動画をみんな自由に作れるようになったから、なんか子供たちが自分が誰々ちゃんにいじめられましたみたいな、実際にこういうなんか動画でなんか服を脱がされる動画みたいな、を撮られましたみたいな、証拠の動画これですみたいな、でそれを主張してる女の子が、実際になんか服を脱がされている動画があると、で周りの人たちが、グループの女子たちが笑ってるみたいな、で主犯格の子が訴えられるみたいな、その子主人公やねんけど、その作られた動画はフェイクで、全員でそれを陥れようとして、主人公を陥れようとしていたみたいな、けどなんか主人公もそれに対抗して自分がいじめられてることは事実やねんけど、その周り全員にいじめられてることは事実やねんけど、それを証明するために自分でフェイク動画を作るみたいな。なるほど。で、そのだから別の IT に詳しい人がいろいろ探ってて、なんかそれどっちもフェイク動画やんみたいな、だからどっちを信じたらいいのみたいな感じの、なんかそういう学校内での社会問題、社会問題起こるであろう、そういう AI が発達することによって起こるであろう社会問題、まだ起きてない未来の社会問題みたいな。まだ起きてないかな。いやもうギリ起きてんのかちょっと分からんけど、話があって、なんか死ぬ人の悲しみをどう制御するかっていう話よりも、俺はこれからどんな社会問題が出てくるんだろうなっていう方に興味があるから、そこ悲しみどう思いますかって言われてもちょっとあんま意見がないかな今の自分は。なるほどね。そんな特にみたいな。この死というトピックを取り扱う上で、そのさっき言ってくれた死をどうトリートするかっていうトピックも出てくるかなみたいな感じで、今のは触れて、なんかこのそういう死の周りの状況も変化していく中で、どう捉えられるかなみたいな意味でのその、問題提起というか、そうですね、こういう切り口で見てみましょうかみたいな感じの話題提供でした。なるほど、話題提供だったんですね。そうです。はい。じゃあそんな感じで今日は死について、50年後半世紀先の死はどんな感じかしらというのを探ってみましたけれども、死エアプ勢によるたわごとでしたって感じ間違いない。そのさっき今話した内容とかもちょっと AI の力も借りながら調べ物とかしたりしてるから、現時点ではこうでっていう、未来のことはうちらの結構想像というか妄想ベースの探求ではあったと思うんやけど、けど逆にこの死というか終わりについて考えることによって、今とかそれこそテセウスの船的な自分について考えることができるんじゃないかなという回でございました。以上。はい。
りがとうございました。ありがとうございました。